こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はあの人の機嫌が悪い、もしかして私のせい？と心配するあなたへというタイトルでお話しします。近くにいる人の感情や行動の小さな変化に敏感に反応して、もしかしたら私のせいで彼女の機嫌を損ねたのかもと心配する人がいます。HSP と呼ばれる感受性が非常に高い人や、毒親育ちで子供の頃親の機嫌を取らなければ居場所をもらえなかった人はこうなりやすいです。今回はそんな人に向けた話です。結論を言えば、あなたの想像とは違って、相手の機嫌が悪いのは、あなたとは無関係のことがほとんどです。今まで仲良くしてきた人から急に冷たくされたり、距離を置かれているように感じたりします。明らかに相手の様子がちょっと変です。自分としては悪いことをしたつもりはありません。でもやっぱり気になります。自分では気づかなくても私は彼女に失礼なことをしたのだろうか。それで彼女は私のことを怒っているのだろうか。多分そうだろう。私が悪いんだ。そのように思ってそのことが頭から離れなくなり、目の前のことに集中できなくなってしまいます。頭の中では良くない想像が始まり、とんでもない方向へ進んで、妄想の域に入ってしまうこともあります。感受性が非常に高い HSP は、ちょっとしたことでもすぐに気づきます。自然とその相手のいつもとは違う小さな変化が目に留まり、一体何が起きたのか自分の中でいろいろ想像が始まります。HSP に限らず、機能不全家庭に育って小さな頃から常に親の顔色を伺いながら生き延びてきた人たちも同じように他人のちょっとした変化に敏感に反応する傾向があります。相手がいつもとは違うというのは確かでしょう。しかし相手の変化を感知してその後なぜ相手がそうなのか自分の中で勝手に想像する部分は必ずしも正しくはありません。どちらかといえばその想像は間違っていることが多いです。大抵の場合は相手が変なのは自分に原因があるからではありません。相手は相手の都合でご機嫌斜めだったり元気がなかったりします。もしかしたら出勤前に旦那さんと喧嘩したのかもしれません。その時の激しい怒りの感情を職場にも引きずってきてしまったんです。または通勤中の電車やバスの中で失礼な乗客がいて不愉快な思いをしたのかもしれません。いや、単に体調が優れなくていつものようにおはようと明るく挨拶できなかっただけかもしれません。いずれにせよ相手の様子がおかしいのは自分とは無関係なことです。自分には自分の事情や都合があり、身の回りで起きることに心が左右されていろいろな感情が湧いてきます。それと同じように相手も自分と同じ感情ある生き物だから、相手の事情や都合によりいろいろな感情を抱きます。機嫌が良かったり悪かったりするのは相手の中で起きているだけです。あなたとは全く関係ない領域で起きていることなんです。自分としては相手に悪いことをした覚えは全くなく、今まで通り普通に接してきたのなら、相手の様子が変なのは自分とは無関係だと割り切って
それ以上悩む必要はありません。しかしそう言われてもやはり気になってしまい、他のことに集中できなくなるほどなら、どうにかした方がいいです。一番良いのは相手に確認することです。なんだか最近冷たくされてるようだけど、私あなたに何か悪いことしたと思い切って聞いてみることです。もちろん誰もが気軽に聞けるわけではありません。相手がどう答えるかが心配でなかなか聞けないと尻込みする人もいます。相手の言ったことで自分が傷つくのが怖いからです。しかし目の前にあることにフォーカスが当たらないほど相手のことが気になっているのなら、やはり勇気を出して聞くしかありません。質問してみた結果は、あなたの予想とは全然違う答えが返ってくるでしょう。あなたは相手の答えに拍子抜けするかもしれません。心配することは心の痛みと同じことです。ひどい頭痛や腹痛は痛みだけではなく、体そのものを消耗させてしまいます。それと同じように心配ばかりして常に気を揉んでいれば、心がいつも痛みで苦しめられる状態であり、多大な精神エネルギーを枯渇させてしまいます。あの人に嫌われてしまったみたいとあれこれ考え心配して、心的エネルギーを不必要にすり減らすことは実につまらないことです。自分でストレスの原因を作り出し、勝手に自分で悩んで自分自身を疲弊させます。貴重な時間や労力を無駄に使ってしまうことになります。もったいないと言ってもいいでしょう。他人のちょっとした変化に気づきやすい人は、このことをしっかり頭に入れましょう。相手には相手の都合があり、自分とは無関係だということです。相手がいつもとはちょっと違うという点ではあなたは正解しています。しかしその小さな違いがどこから来ているか、その点に関してはあなたの想像は的を外していることが多いです。的外れのことであれこれと気をもんで悩んでしまえば、自分自身を疲れさせるだけではありません。不要な心配をする時間と労力を無駄にしてしまったことになります。それをしなければ、もっと建設的、生産的な意義あることに、あなたは貴重な時間とエネルギーを注ぐことができました。もっと楽しく、有意義に時を過ごせたはずです。相手の感情や行動の小さな変化に強く反応して、自分の心が動揺するのでは、自分が損してしまうだけです。自分がかわいそうです。ということで今回の話をまとめれば、相手の様子がちょっと変、自分のせいかも、と心配することが多い人は、相手は相手のご都合で勝手に機嫌が悪くなっていることをしっかり覚えておきましょう。悪いことをしたと心当たりがないのなら、そのまま放っておくのが一番いいです。そのことは忘れて、あなたはあなたのやることに集中した方が賢明です。頭ではそう理解しても、やはり気になって仕方ないということもあります。そんな場合には思い切って相手に直接聞いてみるのが一番です。さもないとあなたとは全く関係ないのに、あれこれと気をもむことで、あなたは貴重な時間と精神エネルギーを無駄遣いして疲れ果ててしまうからです。相手に小さな変化があった点ではあなたは正しいです。しかしその変化の原因をあなたは正しく理解していません。あなたの豊かな想像力で実際とはかけ離れたものを頭の中で膨らませているだけです。それにより自分で自分を傷つけて苦しませてしまえば自分がかわいそうです。そんなことはもうやめにして、時間やエネルギーをもっと有意義なことに費やした方がいいです。
いうことで今回は、あの人の機嫌が悪い、もしかして私のせいと、心配するあなたへというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。